今回3月1日と2日に、記憶的散策のマーケットイベントが開催されるんですけど、それに伴って、出店者の方のルームツアーの第2弾をちょっと不定期で開催をしようかなと思っております。で、もしかしたらこの光景に見覚えがある方も多いんじゃないかなと思うんですが、また彼に会う日がやってきてしまいました。ちょっとね、今日は朝から憂鬱なんですけど、なんかさっき全裸で立ってるのが見えたんで、ちょっと行きましょう。もうはい。痛い痛い痛い。おはようございます。もうマイクです。芝居の男だな。これどう思います？めっちゃ良くない？これこっち。ちょけてんのにこれね、めっちゃかっこいいびっくりした。今回のゲストはですね、明夫さんこと紫式部です。紫式部さんです。はい、お願いします。お願いします。何回出れば気が済むんですか、あなたは。なんか僕は全然出たくないんですけど、いやいや、だって毎回彼になんかって言うじゃないですか。これまず今回出た経由と、3月1日2日記憶的のね、今回の春の市に出店するんですけど、もう金がないと。でもう俺は出店するにあたって売り上げが立つか不安だと。じゃあYouTube を何か撮れと言われて今回やってきました。それネタバレしちゃダメでしょ。これあれダメコンプラこれコンプラ、これ完ごめん全に言っちゃったね。これ完全にコンプラなので多分1年ぶりぐらいに皆さんにこの動画でお届けすることになってるかなと思うので、今日はまた何か変わってんのかわからないですけど、いろいろ普通にルームツアーみたいな。もう普通にいつおーも通り行くんで、めっちゃ久しぶりじゃん。基本的に変わったところを中心にちょっと教えてもらえればなと思うので、なるほどね。まずはじゃあメインスペース行きましょうか。はい、じゃあカメラもこっちで。お前はこっちで動く動くなお前ということで、これリビングです。ここが前回だってもう2年前とか。前はここにソファーがあって、でこっち座ってると、で真ん中にテーブルがあった状態。それだとシェアハウスの時にソファーにいると視界に入ってくるじゃないですか。落ち着きたい状態なのに、なんか人がここうろうろしてるのが全部見える状態。いやもうちょっとこれは死ぬかもなみたいな思って、あともう一個理由、ここの真ん中にしたことによってパノラマが、これはすごい朝とか気持ちいいんですよ。光入ってる時とか、四季でもちろん景色が変わるんで見れるのがすごいいいなって思う。あともう一個が、ここにね、ここのカーテンレールと、あとここにねちょっと引っ掛ける部分があるんですけど、バーンって全部ここのスクリーンあって、プロジェクターを置くことによってもう完全にもう映画館になりました。パキオシネマ。そう、音響もちゃんとしてますか。そう音響もあるし、もう映像もここでバーンって見れるっていう、しかもこのソファーでくつろぎながら見れるっていう、もう完璧な、そうビジネスマンじゃん。そう、もう天才、完全に。この辺からちょっと細かいお話いきましょうか。前まで結構なんかパキッとした感じだったけど、これはね日本のものも取り入れようと思って、下駄箱とか棚に使われてたものなんだけど、職場でございます。あ、そうなんだ。R アンティークス。鎌倉の稲村ヶ崎にあるんですけど、日本の骨董と古家具がメインになってまして、そこから買いました。これは、ここのスペース、今スピーカーを、これはどこのやつを買ったんですか。もらったのと借りたのがあって、譲ってもらったデノンの軽いスピーカー。これは職場のカレー屋のオーナーから借りてる、ほぼもらってるというか、パクってるんだね。パクってはない。ね、パクってない。パクってないです。パクってないです。パクってないけど、なんかもう無期限で借りてるみたいな。いい人だね。めっちゃ。もし必要になった時はあっちに戻してくれみたいな感じだけど。これね結構めっちゃかっこよくないですか。びっくりした。大磯にめめさんっていう家の中でやってる雑貨屋みたいなとこがあって、これキリダンス引き出しも3と1と22と、めっちゃいいね。そう、こっちもまた3と1、あべこべになってるような感じで、すごいデザイン性もいいし、あとここに足がついてるのも僕的にすごい好きで、めめのおばあちゃんとおじさんがここまで運んでくれるっていう。めっちゃ優しい人じゃん。じゃあ日本のだけどちょっと雰囲気はね。そう、ちょっと君興奮しすぎですよ、ちゃんちゃん。ポンちゃんね、なんでちゃんと話してるのに邪魔すんの。すいません、失礼しました。取り乱しました。なんだっけ、ヨーロッパっぽいちょっと雰囲気もあるけど、そうおそらくでも日本のもの日本です。これキリの、これあれなんだよね、継ぎ根と一緒だった。
今日ね次根さんですね歯医者さんで親知らずかなんか抜いて発熱してこれなくなりました。甘えですね。甘えてた。甘えですね。じゃあちょっと今日来れなかった初音さんに一応一言じゃあ動画でちょっとお願いします。それでいいんか。本当にそれでいいんか。君は会いに来い。てかこれ紹介してないじゃん。デノンのレコードですよね。デノンのそうプレイヤーで、すごい本格仕様でもないしおもちゃでもない、結構まあ質はいいにはいいです。これはなんか余ってるんでもらってくださいみたいなので光当たりながら自転してもうなんか大変なことになるみたいな、すごいでもいいっすね。アクセントになってますね。はい。あとはじゃあ続いていきますか。どうですかこの辺で。ここら辺はベースは一緒だよね。大型これは一緒前と。照明もなかったんだよこれ。これ前スーホルムの丸い俺のもう家宝みたいなしてたのが、まあ、シェアハウス中に割れまして、まあで中は一緒なんだけど、とりあえずそれを外して、まあ、それと合うようなシェードを探して今つけてるみたいな感じにしてはめちゃくちゃいいじゃん。じゃあそうこれめっちゃ良くてしかもこれヤフオクで2000円マジそんぐらいめっちゃ安いじゃん。しかもつけても結構うまく広がるような、あ綺麗だね。ある意味冊子としてはいいかなってうんいう感じで、この絵は鎌倉にもう亡くなった作家さんのリトグラフになるんですけど、フォト屋の買い取り一緒に行った時に持ってっていいよっていうことでいただいたもので、ここはまあ作業1階でなんか物書いたり、ちょっとテーブルシェアハウスの時に用意したんですけど、テーブルで誰かがみんな作業されちゃうとご飯食べれないみたいな現象に陥るってことで、まあ、なんか作業する人ここでしてくれっていうことで、まあ、用意したもので。ファキが自腹で用意したの。奇跡じゃん。いやでもいいやつエピソードの奇跡じゃんこれ。だからこれ奇跡のエピソードなのに、まあちょっとこの、ね、深い裏があってまあ俺が消さざるを得なかったっていう、まあちょっと映画一本撮れるかなみたいなこれで一平じゃん。そう一平一平そんなねガーシー一平だねこれはもう普通にポケットモンスターみたいじゃん。ライティングビューロなんでここをこうしてまあ使いたい作業するときはこうやってやるみたいな。はきさん本読むんですか？本読みますね。でまあなんか最近は小説が多いんですけど、まあ前の俺がもうみんなに布教してるみんなに布教してる見出しがだってもう本です。これは北朝鮮やばいってイメージでが多いけど、やばいんだけど、まあいいとこもありますからね。そういいとこもあるっていうのを伝えてくれる本。そうまあ総じて面白いですねこれは。こっちは松本民芸の椅子、ちょっと小ぶり、これもすごい高級なんですけど2脚セットで落として、あそうなんだ、もう一個上にあるんだけど、これすごいジャストサイズですね。ほんとすごいね。もうそのためにあったかのような、マジでちょうどじゃん。この天才的な私がこの組み合わせを選ばせていただきました。キッチンはなんかおおむね変わってなさそうな気もしますけど、まあでもどうですか、小物系はちょいちょい変わってる。増えたかな。これはそもそもこれだってあれだもんね。お世話になりましたカインズの、未だに使わせていただいてて、この雰囲気いいよね。いやそうクラフト感結構合うんだよね。前はなんか布かけてたんだけど、かけてなくてもいいですね、結構大容量でこの中入るし、ここにも入れられるから。であとこいつのガードにもできるっていう。確かにめちゃくちゃそうじゃん。そうこいつは襲ってくるから、コンが襲いかかってくるのをこうやって防ぎながら料理できるっていう。そうコン防止バリケードでもあるの。バリケードなんだ。そうラグも変わってるよね多分。あそうラグ前回からね。そう前のラグはコンちゃんにゲロっちゃったね。いやうんこをまき散らされすぎてラグなしでやってたんですけど、茶色っぽいのばっかだったんで家の周りが、ここで一回パキッと雰囲気出したくて買いましたこれは。わかりました。あとはこれじゃないですか、ペンダントライトが。そうこれは TPC で僕のものとトレードしたような感じです。あ交換したの。そう貝殻なんですよ。今すごい弱めのライトに変えて、すごいねこうやって質感が見えるんですよ。このでこれだけじゃでも明かり足りないから、こういうサブのライト何個か、夜はつけてもうバランス取ってるような感じ。DPC はまた今回の3月1日2日のイベントも出店してるので、そちらもチェックお願いします。めっちゃかっこいいですね。行かんちゃんでも行きたそうにしてるもん。行く？おいで。おいいじゃん。行ったじゃんこんちゃん。こんちゃん来たな。こんちゃん。ベビーちゃん。2階まで来た。危ないから来たの。噛んで。ということでこちら2階にやってまいりました。
寝室場所変わりましたね。場所変えて日当たりのいい方にしました、ね前はアトリエみたいになってて、でシェアハウスした時はもうこの部屋はもう更地な状態。これ夜もなんか外から星見えるみたいな。あめっちゃいいじゃん。ここ全部カーテンレール外して、こっちはそのままつけて、でまあ人工的な光を入らないようにここにはカーテンつけて、まあここのセパレートでこれいいよね今でもね。そうこれが結構便利で、これから模様替えとかする時もこれだから例えば一つの部屋としてもできるからすごいこれは便利。これは秋田木工だっけなあ、これあれで売ります1日に。ほうほうほうでこれあと4脚ぐらい別の色あるんですけど、おおいいですね。ちょっと一回から離れたいホッとするスペース時とか夜寝る前とかはここに、これアルネヤコブセン、あ横目線なんだ。まあもらいました。何ごめんごめん、なんでもない。やばやばくねやば。これやばくね。今いきなりなんか俺がなんで横目線持ってるんですかみたいな結構やばくね。やば怖っ。どういうことどういうことなんでもない。怖っ。厳しいメンズコーチしないとじゃんこれ。厳しいって。突然それは厳しいって。本編撮ってる途中にね厳しいね。厳しいって。改めてはい。はいまあこれはいただき物ではい目覚まし時計で置かしてもらいました。距離あるね止めるのに。そうだからこうやって寝てだから起きなきゃいけない。絶対起きないといけないんだもん。そうもうこういう感じないんだねそう寝て。それだと寝ちゃうじゃん。うんだからちょっとしっちゃんと起きる。かり起きてやりたいなという。はいはいそういうことだったんですね。向こう側にまたもう一個部屋があるんでちょっとそちらに行きましょうか皆さんで。こんちゃんも行こう。あれこれあれじゃん。これさえこれあれだよね。記憶的にそうだよさ忘れイベントの時にスタッフが泊まってたんですよここに。その時の寝袋だよねこれ。そのまま使ってます。仮パクじゃん。仮僕じゃない、置いてあるから。これでもさないなと思ってたよね。いや置きっぱだからなんかもうやばお前なんで言わないのおい前や置きっぱだからいらないのかな。言えよ。普通に誰か来た時に貸してます。やっぱなんか一回めっちゃ探したんだよ。それめっちゃ探して最近うちのスタッフが泊まるんですよ自宅に。で泊まる時にあれこれなんかなくなったね最近って話をしてってどう思います皆さん。言わないんですよ。いや置きっぱだからいらないのかなと思って普通に使ってました。人来た時に普通に貸してますね。はいということでちょっと写真室の紹介をしていただきたいんですけど、はいここがもと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 ベッド置いててベッドがあったんですシェアハウス終わったってことで、本当はあっちのベッドは人来た時用として一応残しとこうみたいなので、この心配になっちゃうから。ちょっとこれから使いたくていろいろ事情あってまだ解説できてない、まだ伸びしろしかない状態。これちなみにどなたから。筋トレばっかしてる彼なんですけど、買わされたっていうか違う違うだってさ高額で取引されました。そもそも僕の家にこれダブルなんですけどあったんですよ。7万か8万ぐらいのものなんですよ。でキングサイズに変えて譲るってことになって1万だよね。1万ですよ。1万で売ってでわざわざ家財便で送ってあげたと。で彼このお金もう4ヶ月ぐらいですよね。いやでもこれは払ってませんお金。どう思いますか皆さんこの2万円払ってないですよ。いやちょっと待ってちょっと待ってだからこれはちょっとここでは言えない事情があるじゃん。開封してる時にもう同時にお金が発生するっていう状態。まあちょっと借金返済完了したらまた動画でお知らせします。借金ちゃうねん。これこんなんだったっけこれ。そこがなってない。何これ。これはこれ。気合入ってないです。気合入ってなさすぎる急に。気合入ってない。何これ。これはなんか最初からあっちの方にどうしたの急に。いやなんかここは本当状況が整わないともう完璧な部屋にはできない。そうなんですね。これね祖母のものなんですけど、鎌倉彫りとか結構いろいろやってる人で、その展示が6月7月頃に行われるので、ちょっと僕のアカウントで告知するのでぜひお待ちしております。あと僕は2月の22からちょっと僕のお店というかそういうちょっとオンラインショップを始めようと思ってるんで要チェックしてください。アンノーングッズストアという最初オンラインからちょっと始めた。でもこれ全部カットするんでここ。最悪じゃん。ごめんなさいこれ多分尺の都合でここはカットしないと多分収まらないんで。人の心ないっすよ。まあ一旦今回の出店の一部を持ってきたんですよねここに。日本のものが多いかな。ちょこちょこ海外の民族のものとかもあるけどあんま見ないなと思うのはこれかな。おお宝石っぽいなんか。そう石の牡蠣めっちゃ良くないこれ。めっちゃいいねそれ。
これだけでもオブジェ、別に花飾んなくてもオブジェにもなるし、めっちゃいいですあとこの岩の色味がもう最高、うん模様があって、なんかあんま見ない部類で言ったらお気に入り。出回ってるけどいいよねっていうのとかは、透明な瓶、古い昭和初期の瓶とかガラスに揺らぎがあって、今のガラスだと綺麗な状態なんだけど、ちょっと気泡入ってたり歪みがあると光が当たった時にすごい綺麗で、やっぱり使えるものがいいなって思ってて、でなおかつやっぱ自分が使いたいものじゃないとやっぱ売りたくない、うん、これ香炉の入れ物なんですけど、これデッドストックで小物も入れれるし、何でも入れて2つ使えるよっていうようなものですね。ということで彼は結構もうバーンっていくんで、まあ気合は入ってるよね。もう今回のラインナップ見てもらったら分かる通り3月の1日だけしかね彼はいないので、そうももうみんなもう2日行かなくていいから1日いや2日もいい人たくさんいるん2で、日は来なくていい。それ2日の人もみんな来られる2日の人謝った方がいい今すぐ謝った方がいい、まだ間に合うから。はいすいませんでしたどのものもそうだけど、他の出店者もそうだけど、やっぱ物ってやっぱ実際手に取って見た方が絶対いいので、行く価値はね間違いなくあるかなって思います。結構もうこういうなんかニッチなものもあればもっとメジャーなものもきっとたくさんあるんで、絶対手に取って見てもらうのが一番いいかなって思うんで、ぜひよろしくお願いします。